こんにちは、斉藤直樹です。今回はバストアップなどキャラクターに寄った絵を見栄えよく描く方法ということでお伝えしていきます。バストアップの絵なんて全身描くよりも簡単じゃないのって思う人もいるかもしれませんが、いえいえ、意外とですね、寄りの絵って引きの絵よりも絵作りが難しい場合があるんですよ。意外とですね、これについて悩んでいる人も多いと思うので、この動画を見ていただければ、この問題一発で解決できると思います。ぜひ最後までお付き合いください。これね、具体的に作例を見ていただくのが一番早いと思うので、これにちなんだ質問をいただいております。この方の作例を見ながら解説していきますね。ちょっとね、質問文が長かったので、省略させていただいております。20代、風戸さくりさんからの質問です。斉藤直樹先生はじめまして。先生の動画いつも楽しく拝見させていただいております。私はアップのイラストが苦手なことが悩みです。もともと足や全身のキャラデザが好きなこともあり、昔から全身、主にタッチポーズを描いてきました。しかし、最近アップのイラストも描けるようになりたいと思ってきたのです。雰囲気を重視したイラストも大好きなのですが、バストアップだったり、足を曲げて画面内に収めていたり、パースを使っていたり、そんなイラストにも魅力を感じるようになってきました。しかしここで、アップのイラストが下手なことに直面してしまいました。今までアップの絵はほとんど描いてこなかったので、おそらく体と細かい部分が描ききれていないだろうと考え、諦めず人体を少しずつ勉強していますが、うまく描けません。ただそれでも、どうしても描きたいのです。参考になればと思って、普段のイラストとつまずいたアップのイラストを貼っておきます。はい。こちらのイラストですね。数年悩んでいるので、もし回答いただけるととても嬉しいです。カツを入れてくださっても構いません。よろしくお願いします。とのことです。はい。風戸さくりさん、ご質問ありがとうございます。今回のテーマ、ズームアップした絵が難しい理由なんですが、実はもう、風戸さくりさんの絵に全ての答えがあるんですよ。めちゃくちゃわかりやすい例だと思うので、こちらのイラストを使ってですね、どうやったらズームアップの絵を見栄えよくできるのかについて解説をしていきたいと思います。まずですね、風戸さくりさんの2枚の絵を並べて見比べてみましょう。はい、こちらです。左の絵、ズームアウトした絵は、なんか面白みがあるんだけど、右の絵、ズームアップした絵は、あんまり面白みがないということなんですが、確かに言われてみればそう感じますよね。じゃあなんでズームアップした方に面白みを感じないんだと思いますか？皆さん。はい。なんででしょうか？これですね、もう結論言っちゃいますね。理由は言葉にすればね、もう超簡単なことです。パッと見の情報量、目に飛び込んでくる面白さの数っていうのかな。その量が左の方が多いからですよ。あ、金魚いる。着物着て水風船持っている女の人がいる。背景には波紋があるんだ。あとよく見ると水中にお魚もいる。ってね、情報が多層構造になっているんですが、左の絵に比べて右の絵は、ピンクの女の子が髪の毛いじっている。で、終わりじゃないですか。はい。今から色々ですね、ポイントに分けてお伝えするんですが、左の絵が右の絵に比べてつまらなく感じてしまう理由は、要するにそういうことです。情報量で負けているから。一番の理由はそこですね。風戸さくりさんは、ズームアウトの絵では自然にそれができているのに、ズームアップにするとそれができなくなってしまう。ズームアウトでね、それができているので、ズームアップにしてもできるはずですよ。はい。これ同じことなので。構図でリズムを奏でよう。基本的には、ズームアウトの方にあって、ズームアップになったらなくなってしまったものを持ってくるだけなので、今回はね、基本的に切り張りだけ、変形だけで良さをアップしてみます。まずですね、ズームアップにした途端に構図がつまらなくなってしまっています。ズームアウトの方の絵を見てください。女の子が画面左側に配置されていて、で、大きな金魚が右側にいます。かと思えば、小さな金魚もリズミカルに配置されていて、さらに奥には水に沈んだ魚影が、これ音楽で言ったらベースのようにね、裏でうっすらなっているような感じです。で、上下に広がっている波紋は、差し詰めドラムのような役割をしているでしょうか。こんな風に左右非対称、上下にもバランスよくモチーフが散りばめられていて、すごくね、リズミカルな、リズムを感じるようなズームアウトの絵なんですが、ズームアップの方はっていうと、一応ね、左右非対称のポーズで、リズムが全くないということはないんですが、基本的にね、真ん中にドンとキャラクターが配置されていて、先ほどの絵と比べるとリズムが少ないように思います。なので、最初このようにしてみました。はい、どうでしょう？先ほどよりもなんとなく動きを感じて、面白みがアップしたのがお分かりいただけるのではないでしょうか。はい。では、どこを変化させたと思いますか？これね、変更した点は、主にキャラクター本体ではありません。キャラクター
以外の部分、つまり余白の面積です。こちらをね、並べて比較してみるとわかると思いますが、余白の部分にカラフルな色をつけてみました。変更前は左右の色のバランスにあまり差がなかったのに対して、変更後は左右で面積比に変化が生まれましたよね。この余白の面積比の比率がですね、構図の面白さを出すには非常に大事なんです。左右対称の余白になりすぎると、これね、つまらない構図に見えてしまうんですよね。風戸さくりさんは、ズームアウトの方ではね、余白を意識して配置できていたんですが、ズームアップになると、途端にそれができなくなってしまいました。魅力がなくなってしまった大きな原因の一つはそこですね。ただね、キャラだけで余白を操作するのは結構難しいです。なので、もっと複雑な余白の形にして、奥行きを出したいな、面白みを出したいなっていう時には、単純にモチーフを増やしましょう。はい。こんな風に。はい。今回は基本的にね、変形のみでやるっていう風に言ったので、単純にズームアウトの絵からモチーフを持ってきました。こんな風にですね、お魚を足してあげて、余白の形をさらに変化させてみましょう。はい。すると、ほら。さらに複雑に余白の形にリズムが生まれましたよね。皆さんね、書いてあるものに着目するっていうことは自然とあると思いますが、余白の形っていう目線で絵を見たことある人っていますか？これ実は少ないんじゃないですか？そして、さらにダメ押しでリズムを追加することもできます。こうですね。はい。泡です。細かい泡を書き込むことで、目線がね、こうモチーフにビタッと止まることを避けて、スムーズに絵の中を目を巡回させることができるんです。これもですね、ズームアウトの絵では自然とできていました。それがズームアップになった途端にできなくなってしまったっていうわけなんですね。別にね、これ泡限定じゃないんですよ。泡じゃなくてもいいです。例えば水しぶきだったり、細かい光の粒だったり、あとは塵だったり、何でもいいです。自分の描きたい場面で自然に配置できるモチーフに置き換えてみてください。線でリズムを奏でよう。で、次のポイントはね、線ですね。ズームアウトではできているのに、ズームアップにするとつまらなくなる要因の一つは、線が原因です。要するにですね、ズームアウトの書き方のまま、ズームアップも書いてしまっているので、いわゆるね、よりに耐えられない絵になってしまっているんです。線がね、ズームアウトのままの一定な線なので、なんて言うんだろう、寄った時にね、ちょっと情報量が足りなく見えてしまうんですね。ほら、カメラとかでもそうだと思うんですが、小さい虫さんを接写レンズとかで撮ったりすると、細かい手足とか、模様とかがね、くっきり見えて、うわー、こうなってたんだって感動するじゃないですか。カメラを寄せるっていうことは、そもそも見ている人は、そういうところを期待してしまうと思うんですが、線をね、こう、一定に描いてしまうっていうことで、そのね、よりの効果を全くなくしてしまっている状態になるっていうことです。カメラをね、よりによってね、描いているから、細かい部分もしっかり描いてたりするのかなって期待してこう、ぐぐっと見てみたら、あれ？なんもないんかーいってね、期待外れな絵になっちゃっているっていうことなんですね。はい。そんな時には、こんな風に、ズームアップした時の線をもう少し細密に書き込んでみましょう。はい、これ変更後だけを表示したので分かりづらいですね。ちょっと変更前と変更後、パカパカ切り替えてみましょうか。はい、いきますよ。パカ、パカ、パカ、パカ。はい、これが変更前、変更後、変更前、変更後です。はい。いかがでしょうか？線が太いところ、細いところ、薄くなっているところや、細切れになっているところ、うっすらと足された髪の毛のラインや、髪の毛のハイライトなど、細部のディティールがアップしたように感じるでしょ？さっき紹介したね、構図の変更のインパクトよりは弱いんですが、アップするっていうことは、要するにこういうところを見る側は期待してしまいますので、ここはね、ぜひ押さえておいてほしいポイントですね。色でリズムを奏でよう。最後に色についてのポイントです。色はね、結構単純なところです。最後はこんな風に変更してみました。はい。下に加えた青色は、ズームアウトの絵にあった水草ですね。これを色を変更して下に配置しました。はい。これはですね、ズームアップにした絵に限ったことではないんですが、絵がつまらなく見えてしまう一つの原因として、絵の四隅が同じ色っていうのがあります。ここに変化をつけた方が絵は面白く見えるんですね。そういう意味ではね、ズームアウトの絵の方も四隅が同じ色になっていましたが、一応こう波紋によって左上と右下は少しね、他の色と比べて薄い色として変化を感じられていたっていうことがあります。はい。
ズームアップの絵は思い切って水草を下に持ってくることで、上は黒い水中の世界、下は明るい水草の世界ってね、世界を上と下で2つに分けて目線を画面の中で泳がせることができます。さあ、最初と最後見比べてみましょう。これが変更前、そしてこっちが変更後です。切り張りだけでね、やったので、なんで魚がとかね、ちょっと謎な状況ではあるかもしれませんが、絵的な魅力、ディティールが追加されて、ズームアップしてもよりに耐えられる絵になったと思います。ズームアウトした絵は描けるんだけど、ズームアップした時に見栄えがしない絵になってしまうんだよな。そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ今回紹介した3つのポイント、構図でリズムを奏でよう、線でリズムを奏でよう、色でリズムを奏でようを思い出してみてくださいね。それだけでぐぐっと魅力的なズームアップの絵を描けるようになると思いますよ。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今回はズームアップの絵にした時の上達ポイントをお伝えしてきましたが、特にね、構図についてはよりだけではなく効果的な見せ方がいろいろあります。そんな見栄えがする構図を5つ紹介した動画、知らないとやばい絵を簡単に魅力的にする構図もおすすめです。今日見ていてね、構図を変更する効果やばいなって思った人多いと思うんですが、その通り構図ってね、やばいんですよ。絵作りが上手くなる上で一番重要なのは構図と言っても過言ではありませんので、ぜひこの動画チェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。